おはようございます。本日は少し家の近所をふらついております。午後からオンラインで授業があるので、それまでには家に戻るんですけど、ちょっと散歩というかサイクリング、少しふらついてます。しかしあったかいんですよね。7度。7度があったかいかっていうのはね、もう最近すごい寒かったので7度があったかく感じるっていうだけで、東北とか北海道以外の人からすると7度ってめちゃくちゃ寒いと思うんですけど、なんか寒いのがめちゃくちゃ寒いのが当たり前になりすぎて7度がめちゃくちゃ暖かく感じます。今日も朝とか結構暑くて、エアコン暖房消しても普通に過ごせましたね。なんか定期的に無償にウィンドウショッピングをしたくなることがあるんですよね。なんか特に目的のものはないけど、なんか何も買わないけどウィンドウショッピングしたいみたいな、それがね今来てるかもしれないです。なんかこうやって近所をふらつきたい時もあれば、駅前とか行きたい時もあれば、なんかこう遠くのモールとか行きたくなる時もあるみたいな、なんかそういうのが定期的に無償にウィンドウショッピングしたくなるんですよね。でもそれで結構新製品を見つけたり有力な情報を得れたりするので、結構有意義な時間ではあるんですよね。なんか欲しいものがある時とかって、それだけを目的に、その欲しいものだけを目的に買い物に行ったりするんですよ。なのであんまりそういう時ってもう本当にその目的のものに直行したりしてそれで終わるんですけど、だからふらふら買い物してるときはもちろんなんか欲しいものがあったら買うけど、意外と何も買ってなくて、お金はご飯ぐらいにしか使ってないっていうのが結構あるんですよね。なので自分の買い物するときのパターンとしては、欲しいものがあるときはもうそれに直行してそれで終わるか、あとは何も買わずふらふら買い物してるかの、本当にその二極化してるんですよね。そういえばラーメンビルってここが本店らしいんですけど、東仙台本店、ヨドバシにラーメンビリが入ってからそっちの方が便利なんで、そっち行くようになっちゃったから、こっち全然来てないですね。ここのケーズ電機とか、あそこのツタヤとかふらふら見てました。スタバ行こうと思ったんですけど、めちゃくちゃ混んでたんでやめました。東仙台駅に来てみました。前来たことある記憶があるんですけど、あんま来ないんですよね、東仙台。ここも結構大きな駅ではないんですが、いろいろあれなんですよね。仙台駅も近くて、多分仙石線と地下鉄もあるんだっけかな。ここじゃないのかな、地下鉄は。どうなんだろう、ちょっとわかんないですけど、ここもねかなり便利は便利なんですけど、うちから地味に遠いんですよね。ちょっと歩くのはしんどい距離で、自転車でも15分ぐらいかかるんですよ。なのであんまり使えないですね。東仙台駅使えたらかなり便利なんだけど、なかなかっていう感じです。東仙台駅、JR って書いてあるから JR だけなんですかね。地下鉄はなかったですね。東北本線だけだった。何を勘違いしてたんでしょうか。なぜか地下鉄があると思い込んでたという。誰かに言われたのかな。せっかく来たんでちょっとここら辺散策してみますか。これね、だいぶ坂降りてきてるんで上がるのめんどくさいんですよね。てか今日 GoPro 忘れたから車窓撮れないですね。こういう時にタイムラプスとか撮ったらいいんですけれども、忘れてました、完全に。あそこにあるのが東仙台駅で、多分これ上新幹線ですよね。上が東北新幹線で、下走ってんのが東北本線と、あれ仙石線は違うんだっけ。仙石線は違う方なのかな。ちょっとよくわかんないですけれども、こっち方面ねあんま来たことないし、電車も乗ったことないんですよね。東北本線で多分仙台から福島に行く電車は東北本線ですよね。多分そうだったと思うんですけど、なので東北本線はたまに乗るんですが、仙石線は乗ったことないですね。仙石線はどこ走ってるんですよね。多分石巻に行く路線だと思うんですけど、なんか大きめの道路に出てきました。今この画角で、画面左側に東仙台駅があって、そこからなんかずっとローカルな住宅街を走ってきたんですけど、なんか少し大きい道路に出て、なんか
音楽が流れてる。前に行くと何があるのかちょっとよくわかんない。あ、でもなんかあれですね、8号線っていういつも通ってる狭山町のイオンとかある道路につながってると思うんですけど、で後ろの方行くと45号線っていう、あたりです。一瞬ね捕虜仙台のところからまっすぐ来た道かと思ったんですけれども、そことは全然違う道路みたいです。多分初めて来ますね。なんかすごいデジャブがあったんですけど、多分初めて来ます。なんかあれですね、ただの住宅街って感じで特にお店とかはないので、なんか散歩するにはいいけど特に面白いところはないですね。さっきあんな感じの道路から出てきましたね。でなんかあそこに高架橋的なものがあるんですけど、多分あれ越えると45号線にぶつかるはずなんですよね。ちょっとそこから戻ろうかな。でもそうか、結構なんだろうな、周り住宅しかないようなとこだと思ってましたが、45号線の方行くと本当何でもあるので、立地的にはなんかすごい便利ですね。便利な割にめっちゃ静かみたいな感じでいいですね。かなり住み心地良さそうです。でも車は欲しいかなっていう感じですね。あ、そうですね、あそこ降りると45号線です。そういえばこいつ開封します。これ週末福島の祖母宅に行った時に母親にもらった、一足早いバレンタインですね。バレンタインっていつだっけ？ 2 月の13とか14とかそのあたりだったと思うんですけど、だから半月、10日ぐらい早いバレンタインということで、プレゼントいただきましたので、ちょっと開封してありがたくいただきたいなと思います。Especially for you と書いてあります。タロワンのお菓子らしいですね。タロワンっていう地元の僕の地元の会津のお菓子らしいんですけれども、ちょっと開けていきますね。うん。はいはい。どんな感じなんでしょうか。あ、すげえ高級そうなやつ。これが読めないですね。英語じゃないね。ドイツ語とかだかな？ちょっと読めないですが、なんだろう、このハートの形したチョコの、ハートクラシックって書いてあるんですけど、なんか美味しそうですね。なんかシフォンケーキ的なやつですかね。あとこれがクッキー。このクッキーもなんかすごい高級そうなやつ。アマンドショコラっていう、やつ。で、これは会津とろりショコラ。これあれかな、まんじゅう的なやつですかね。うん、タロワンの。なんか、あれですね、こう、詰め合わせセット的な、こうやってバレンタインのプレゼントとかするときのための、こういうセットみたいな感じのやつらしくて、いや、ありがたいです。ではちょっとお菓子をいただくためにカフェラテ入れたいと思います。で、最近これハマってると言っても、まだ1週間も飲み始めてから経ってないんですけど、この、無印良品のコーヒー豆。これめちゃくちゃ美味しくてびっくりしたんですよね。うん。なんかね、そんな高級な豆とまではいかないんですけれども、なんだろう、安くもなく高くもなく、中くらいの、豆ですね。例えばスタバの豆とか、タリーズの豆とか、そこら辺のやつと結構同じぐらいのクオリティ出してきてるんですが、コスパがめちゃくちゃ良くて、これ 200g 入って500円ぐらいだったんですよ。スタバの豆だと、これ250g で1980円とかだったかな、なんので、かなりもう半分以下、下手したら3分の1ぐらい、スタバの3分の1ぐらいの価格で、この味出してきてしまうのかっていう感じで、下手したら昔買ってた、すごい、でっかい袋に入った安い豆あったんですよ。あれよりは高いかもしれないですけど、あのぐらいのコスパなんですよ。ちょっとね、なんか、だし、無印良品、駅の方に行けば手に入るしっていうので、これかなりいいんじゃないかと思い始めてますね。で、一応オリジナル、ブレンドを買ってみたんですが、この他にいろいろなんか、忘れましたが、5種類ぐらいあるんですよ、豆が。なので、ちょっといろいろ、飲んでみたいなと思います。カフェラテは初めて作りますね。本当はね、エスプレッソ用の豆とか使った方がいいんですけれども、ないので、ちょっと、これで入れてみます。ちょっと、細かめにひいて。
水どうしようかな。まあ3、40ml ぐらいですかね。もうあんまなんかめんどくさくて量気にしなくなっちゃったんですけど。で、これで。なかなかね、一人分って作りにくいんですよね。やっぱ量が少なくなりすぎちゃって、なんか、このマキネッタね、あんまり水 20ml とかで作ると蒸発してなくなっちゃうんですよ。自分のやり方が悪いのか、これが悪いのかわかんないですけど。で、コーヒー豆 10g ぐらいでいいかな。10g。これ袋開けてから3日4日ぐらい経ちましたけど、匂いも全然いいですね。ちなみにこれ家族にお土産で週末そば宅に行く時に家族に渡そうと思ったんですけど、完全に家の玄関、この仙台の家の玄関に忘れていってしまったっていうやつです。1分半やったけどなんかぬるい気がするな。ぬるいわ。30秒。そういえばですね、最近このカフェラテに蜂蜜入れるのがめちゃくちゃ美味しくてハマってて、なんか最近蜂蜜をなんか1日スプーン1杯舐めるとなんかすごい免疫機能とかなんかメンタル的な安定とかなんかいろいろポジティブなことがあるっていうことで最近やってみてるんですけれども、カフェラテに入れるとめちゃ美味しいっていうことに気づいて、できた。よいしょ。2分温めたら大丈夫でしょう。タリーズにハニーミルクラテっていうのあるじゃないですか。あれめちゃくちゃ好きで、あれってカフェラテに蜂蜜が入ってるっていうことだと思うんですけど、それだけじゃないと思うんですけど、他にもいろんなこだわりあると思うんですけれども、大雑把に言うとそんな感じだと思うので、味がカフェラテに蜂蜜入れると再現できるんですよ。なので最近すごくハマっててやってますね。まずスプーン、この温めた牛乳に蜂蜜を混ぜるんですよ。そうですね。なんか甘さが足りなくて砂糖入れる人とかよくいるじゃないですか。なので別に砂糖でもいいんですけれども、蜂蜜の方がやっぱり風味がいいし体にいいのでおすすめですよ。そういう渋みというか苦みが苦手な人で砂糖の代わりに蜂蜜入れるってのはいいと思いますよ。なんか微妙にまだ残ってるんだな。微妙に足りない気がする。ではこの会津とろーりショコラ、これと一緒にいただきます。カフェラテ。美味しい。やっぱり蜂蜜の甘みいいですね。砂糖入れるよりも蜂蜜の甘みの方が好きなんですよね。やばい。これ超うまいですね。外側がなんかサクッとした感じで、なんか噛むとすぐ割れるみたいな素材で、中にこれなんか生チョコみたいなチョコクリームみたいなのが入っててドロッと出てきましたね。これめっちゃうまいんだけど、うますぎますね。これ最高です。ということで暗くなってしまったんですが、外に出てきました。今日は、一日学校がオンラインだったのでずっと家の中にいました。路面は完全に乾いてますね。昨日の夜少し雪降って、このまま当分積もるのかなと思ったら1日で雪は消えましたね。気温は2度くらいなんですけど、さすがに寒さに慣れてきたのかあんま寒く感じないですね。パーカーだけ羽織ってきたんですけれど、あんま寒くはないです。しかし日は長くなった感じしますね。前は、5時くらいになると真っ暗だったんですが、5時半ぐらいでもまだうっすら明るいので日は伸びた感じがします。今日は髪を切りに来ました。結構ね伸びたので
1ヶ月半ぐらい切ってなかったんじゃないかな。毎回お世話になってるそこの床屋で切ろうと思います。5ミリでいいかな、刈り上げ。前回も5ミリにしたんですよね。ほんと3ミリにしたいんですけれども、なんか最近そこまで薄くしたい気分ではないんですよね。最近そこまで短くしたい気分じゃないですよね。なので、間違いない5ミリでいこうかと思います。 OKOK、 かなりいい感じになった。なんかインカメラがなんか上下反転しててめっちゃ撮りにくいんだけどいい感じ、短くなりました。皆さんこんばんは。今回はですね、今までですね、私は YouTube の動画を編集するのにメインで使ってた動画編集ソフトっていうのがダヴィンチリゾルブというソフトなんですね。ブラックマジックデザインというところが出している編集ソフトなんですが、ちょっと違う編集ソフトで編集してみようと思って、有名だと思いますけれども Adobe のプレミアプロという編集ソフトを今回使ってみようかなと思います。多分ね、一番有名な編集ソフトなんじゃないかなって思いますね。ダヴィンチリゾルブとか、ファイナルカットプロとか、いろいろありますが、一番有名で、かつ使っているユーザーが多いのっていうのはプレミアプロだと思うんですよ。でも自分はね、今までプレミアプロを一回も使ったことなくて、で、数ヶ月前にこの、Adobe Creative Cloud に入ったんですよ。で、プレミアプロが使える状態になったので、せっかくだったらちょっと使ってみようかなと思って、いろんな、やっぱダヴィンチとかよりもプレミアプロの方がなんかいろんなところで使えそうだし、なんか簡単らしいんですよね。そのダヴィンチとかよりも直感的に編集できたりとかして、ちょっと、覚えておいて損はないのかなと思って、プレミアプロ、とりあえずインストールするところからやるんですが、これかな。で、ありましたね。プレミアプロ。これ、インストール。本当にプレミアプロ一切使ったことないので、どんな感じなのかっていうのが全然わからないです。インストール随分時間かかるみたいですね。やっぱり編集ソフトとだけあって重いんですかね。何ギガくらいあるんだろう、容量は。容量、何ギガ食うのかはわかんないですが、編集ソフトなので容量は大きいでしょうね。うん。インストールできたかな。OKOKOK。OK 入りましたね。Adobe Premiere Pro 2024。さあ開いてみましょう。来ました。なるほど。これ、最初に基本的な操作方法はこうやって教えてくれますね。これならできそう。てか、Adobe のソフトとだけあって、Photoshop とかと結構、似てますね。配置というか、あれが。で、これで、プロジェクトロケーション。で、ここで、素材がある、え場所を選んで、選択と。で、プロジェクトネーム。一応 Vlog とでも入れておきましょうか。テンプレートとか特になくても大丈夫ですね。うん。これは、ここで選択したものが出てくるわけではないんですかね。はあ。いいや、とりあえず、プロジェクト作ってみましょう。こんな感じになりましたね。はい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 。オッケーオッケーオッケー。入りましたね。ちょっとこうして、ここに、素材が出てくるんだ。で、右下がタイムライン。で、上が、プレビューですね。で、ここで大きさとかが変更できたりするという感じです。
ダヴィンチとかとはやっぱり少し配置が違いますが、基本的なところはまあ一緒っぽいですね。で、これをもうちょっとでかくしたいというか、拡大、どうやるんだ。できたできた。普通にこれMacBook についてるトラックパッドでできますね。うん。やっぱりね、ダヴィンチとかより直感的な操作ができる気がするんですよね、こっちの方が。はい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 。なるほど。で、ちょっとこうやって広げたりして、なるほど。やっぱあれですね、プレミアプロというソフトを触ったことがなくても、動画編集ということをやったことがある人間であれば、触れるんじゃないかなっていう、感じではありますね。うん。スペースで再生できまして、で、コマンド B とかでカットできるのかな。あれコマンド B は効かないの。あれちょっとカットの仕方がわかんない。カット。ここのカットってなんか、このクリップ自体が、カットされそうだな。やっぱそうだ。カットってどうやるんだろう。Z でいけるみたいです。Z。この再生バーを切りたいところまで持ってきて、Z。Z。え切れてないですけど。Z で切れない。コマンド Z はあれですよね。取り消し操作になっちゃうけど、シフト Z とか違うな。日本語入力になってたわ。あれ ?Z 聞かないですけど、コマンド Z だとこれ取り消しですよね。コマンド X っていうのも出てきましたね。ちょっとコマンド X で試してみようか。ちょっとタイムラインから素材が消えてしまった。コマンド X。こいつを選択して、まさかのカットの仕方からわからないという。そして再生バー、ありましたね。なんかこのアイコンが、これそうや。ここでなんか、カーソルの、役割というかを変えられるんですね。もしかしてここでカットっていうのがある。これじゃないですか。リップルエディットツールってやつ。これっぽい。ダメだ、なんか違うそう。レザーツールっていうのは、これだ。このレザーツールっていうのでこうやって切れるんだ。なるほど。このレザーツールっていうので切れるみたい。OKOK。でこのレザーツールでもこう2つぐらいにして、でもこれあれなんですからね、一回一回こうやってこの選択ツールみたいなのを切り替えないとこれで削除とかできないし、削除したところこれ開いちゃうんだ。これもう一回取り消しとかやればいいんですけど、頻繁にカットとかをやる人なのでこれちょっと煩わしいですね。なんかこう一発でカットして、でそのまま削除して、消したところは後のクリップが詰めてくれるみたいな、そういうことがダヴィンチだとできたんですけど、できないはずはないと思うんですよね。多分自分がやり方を知らないだけだと思うんですけど、ちょっとそれは調べてみよう。で、あとこれあれですね、ダヴィンチと大きく違うのは、ダヴィンチってカットページ、エディットページとか、あと音声を編集するページとかカラーページとかいろいろあったと思うんですけれども、このプレミアプロに関しては基本的にこのエディットページというか、ここのページがあって、で基本的にここで全部編集を完結させる的な感じなんですからね。この、左上にこのインポート、エディット、エクスポートみたいなこの3つのページだけですね。で基本的に編集はエディットページでやるんだと思うんですけれども、ダヴィンチだとこの例えば動画のカットはカットページでやって、で音声の編集っていうのはその音声の、音声ページっていうかわかんないですけれども、音声をいじる専用のページがあって、そこでやってたんですよ。でもプレミアプロの場合はこのままこうやって音声をいじれるんですかね。でも波形が動かない。これ波形動いてくんないの。このなんか波形が動いてくれないとどのくらい音を上げればいいのかとかわかんないですけど、それはやり方があるんでしょうか。でも一応ここで音声の調整できますと。だから低い時に上げればいいかな。うん。で基本的な操作はそんな感じですかね。であと色編集ですね。これ今ログで撮ってるので色編集しないといけないんですよ。それはどうやるんだろう。これかな。このワークスペースってところからカラー、これっぽいわ。これですね。で、ここの、ルメトリーカラー、ここで
編集できるみたいですね。うん。まあダヴィンチよりなんか気持ち簡単そうではありますね。うん。なるほど。ここで色をいじることができるというようなことですね。で、戻りたいときは、ここで、これかな。このラーニングっていうのにすると、この、最初に出てきた編集画面に戻るっていう感じですね。で、これで動画ができたとして、エクスポートをするときは、ここだと思いますね、多分。はい。で、ここでファイルの名前をつけて、ここでロケーションを選んで、えフォーマット H265。これですね、HEVC。で、これビデオの、画質、解像度とかフレームレートとかは、これは、後からはいじれないですが、最初から、これデフォルトの設定からいじってなかったですが、4K の 30fps になってるというか、素材がそうだから、多分、素材に合わせてくれてるのかなっていう感じだと思います。はい。で、ここら辺でいろいろ細かい、設定がいじれたりとか、なるほど。はいはいはい。で、えーせエクスポートの設定ができたら、この一番右下にこのエクスポートというボタンがあるので、ここを押すとエクスポートされるということだと思います。OK。一通り分かったわ。多分、おそらく、これで編集できると思いますので、ちょっとやってみたいと思います。